さて、ハクスラトレ班要素のある本家ソウルライクとローグライトの融合した作品が今までの流れと異なり賛否両論とのことで、このゲームはどう楽しむべきか、今回はエルデンリングナイトレインの紹介を行います。こちら今や誰もが知るエルデンリングのスピンオフ作品です。フロムソフトウェアによる超難しいアクション RPG でもあり、ダークソウルやデモンズソウルなどゲーム性はそのままに現代までに引き継がれています。そこらの雑魚敵ですら苦戦するほか、何よりもボスの強さは他にはないほどです。攻略法がわからないと10時間かけても倒せないなんて敵もいるくらいで、しかしそれでも撃破できた時、その解放感たるや絵も言われぬものがあります。ソウルライクという一ジャンルを築き上げ、そのゲーム性には開発者ですら惚れ込んだ人も多く、今や多彩な類似作が作られています。ここで今作エルデンリングナイトレインは昨年のゴティか何かのゲームショーで発表され、コンソールでクローズテストが行われた後、この度ようやくリリースとなりました。ジャンルはなんとバトロワ風のマップが狭まる形式を取り入れたローグライトです。今までのフロムソフトウェアのダークソウル系はアクション RPG でした。じっくり育成すればプレイヤースキルがそこまでなくともゴリ押ししてボスを攻略できました。ところが今作はそれが難しくなっています。ローグライトものは毎回レベル1から始まり、短い時間で超強く育成する形態が多く、今作エルデンリングナイトレインもそれに準じています。さらに時間制限もあります。じっくり育成ができません。また敵に倒されてしまうと貯めた経験値を落としてしまう以外にレベルも下がるというデメリット付きです。加えて超強いボスがそこらに普通に配置されています。フロムソフトウェアの作品は序盤から勝てない敵が大抵配置されていたりしますが、それがより顕著です。その他マルチで遊ぶのが第一前提と言われており、初めはすごく戸惑います。ソウルライクはまず観察から始まるわけですが、上手い他のプレイヤーがいるとどんどんピンを立てて次に行く場所を指し示し、こちらはついていくだけで精一杯状態になってしまいます。置いてけぼりのようにもなります。ということで、ローグライト、難しさ、マルチの3段コンボにより、今までのフロムソフトウェアのソウルライクのゲーム進行とは異なり、ここで投げてしまう人が出てしまっています。現状 Steam ではレビュー数1万件を超えていますが、発売初日で賛否両論状態です。難しいというだけでマイナスレビューがされているわけではないという点が今までと異なります。ではどうすれば楽しめるのかですが、考えを切り替えることです。私はナイトレインをむちゃくちゃ面白いと感じた口ですが、遊びながらこれはソロで可能な限り攻略できるルートを見つけるのが面白いんじゃないかと感じました。そういうルートが用意されているかどうかまだわかりませんが、クリアできなくても良いんですよ。どこまで行けるのか、その攻略自体を楽しむんです。第一に一人の場合はそこらにおもむろに配置されているボス敵を倒すのは難しいわけです。火力的にもです。もしかしたらソロの場合は敵の体力が減っている可能性はありますが、それにしても敵の攻撃全てを一人で受けようため、難度は確実に上がります。時間にも限りがあります。それでも中には倒せるボスがいるのではと頭をよぎります。ボスの中には最弱がいるわけです。よってまずはレベルを上げるための効率の良い雑魚的ルートを編み出し、その最弱ボスを見つけ倒すことを目的にします。ボス1体よりも中ボス2体倒した方が良いとか、そういう発見もあるかもしれませんが、ボスは倒すとローグライトで定番の暫定的なランダム能力が得られます。もし倒せたら次回も同じく繰り返し、繰り返すほど倒す速度が速まるというのがソウルライクです。プレイヤーの腕が上がるためです。苦労した敵もあっさりと倒せるようになります。ここから始めると面白いのではと感じました。もちろん上手い人が YouTube で攻略ルート動画を最速で出す人がいるかと思うため、そちらを参考にするのが一番早いかもしれません。もしくは自分でルートを編み出す部分に楽しみを覚えるのも良いです。そして一通りソロで3日目のラスボスまで行けたら、次はマルチを楽しめるかもしれません。加えて今作はなんとハクスラトレハン要素があります。これは発売前から情報が出ていて楽しみにしていた方も多いことでしょう。幾度となく同じような繰り返しプレイを行うソウルライクに加え、ディアブロ風の戦利品があるというのは大変面白い仕組みです。ゲーム終了後にランダム能力のついた異物と呼ばれるアクセサリー的なものを入手できます。それをいくつか装備し、独自の構成を作れます。敵から倒されてしまっても失いません。
よって同じようなルートを幾度と攻略するさなか異物集めも楽しめるし、なおかつ偶然にでも強い性能のものを入手できたらより攻略が楽になります。さらにローグライト要素により同じルートでも毎回異なる構成でも楽しめます。敵を倒したりそこらの宝箱からはランダム性能の装備品やボスを倒せばランダム能力も得られます。ソウルライクは武器ごとにガラリとモーションや技が異なり、ますます繰り返しプレイがはかどります。今回はこの武器で同じルートを攻略してみようという意欲につながります。レアリティにはレジェンダリー級のものもあり、装備するにはレベル上げが必要ですが、それを使えたらまた新たな攻略が楽しめます。その他クラスは複数用意されており、スキルも異なります。近接以外に魔法や弓矢でも戦えます。エルデンリングでは一人のキャラを長く育てるゲームでしたが、ナイトレインでは1回ごとに多彩な構成を楽しめます。以上からマルチの忙しいプレイがちょっと合わない方は、まずはソロで多彩な武器でのローグライト部分を楽しみ、いかに一人でどこまでいけるかを攻略するのを楽しむのも良いかと感じます。途中でゲームオーバーになってもアクセサリーやプレイヤースキルという得られるものは確実にあります。ストーリーも進行します。そして慣れてきたらマルチに飛び込み、本攻略を目指すのも良いでしょう。忙しさも気にならなくなるのではないでしょうか。現状は発売したてであり、投げるにはまだもったいないです。あとは価格設定がとても良心的で5720円です。気になる方が手を伸ばしやすい価格帯です。もちろんソウルライクの洗礼を受けるため未経験者にはお勧めしがたいです。相当難しいためです。ただし困難に立ち向かいたい方には超おすすめです。難易度が高いほどやる気が出るというものです。エルデンリングのマルニア戦とかで10時間以上とか平気で攻略に挑める人ならば、ナイトレインの激ムズ難易度に抗うことができることでしょう。まずは既存のソウルライクのゲームの流れを頭から捨て去ることです。それによりソウルライクの戦闘システムで楽しめるローグライトともなり、なおかつハクスラトレハン要素も楽しめます。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。エルデンリングナイトレイン。ここは一体どこなんだ？上を見るとサークルがありますね。で、あそこに青い光。この円がどんどん縮まるんでしたっけ？まずはチュートリアルかな？ターゲットの固定、6ターゲット。早速敵がいますね。とりあえず普通に切ってみるか。バックスタブはできましたね。特に表示されないんだ。あだだだだ。バックスタブ中にも容赦を切られた。なんだか。今のポーズは何だったんだ？ディフェンスかな？とりあえず RB が弱切り。RT が大切りかな？これも一緒ですかね。ジャンプもできますね。ジャンプ切りも可能だ。これ威力高いんじゃないかな。ジャンプ切りは。地図を活用する。攻略地点が点在する。そこに行くことで敵に阻まれたりするけれど装備品やルーンを獲得しやすい。地図メニュー。味方の位置もわかると。ピン置いたり、詳細表示を切り替える？ピン置くっつっても、これで置けんの？置いてみた。ここに行こうぜみたいなやつだね。Y は切り替え。拡大縮小も可能である。とりあえずあそこがマーカーつきましたね。それが何もないのかな、これには。ジャンプ？よじ登った？段差よじ登り機能。俺どうした？はい。無理やりバックスタブ。ドカーン。これは一緒ですね。団地も切れる。やられた感じするね。どうした？ヒットポイント全て失った？これ味方がいないと。ここで終わりなのかな？ソロプレイの場合はね。これがソロが厳しいと言われてる理由でしょうね。復活してレベルが1下がる。で、ルーンを落とすが、回収できる。回収前にやられてしまうと。落としたものも失ってしまう。で、付近の敵が落としたルーンを盗むことがある。が、その敵を倒せば回収できる。今の私のレベルいくつなんだ？画面左上4って書いてあるけど。それはレベルかな？あいつか。あいつは盗んでるぞ。黄色光ってる。壁ジャンプ。なんと。全部身軽になったんだね。おお、すげえ。どんどん登ってるよ。パルクールじゃないから。素早く移動できんのかな？おお。パルクールもあるっぽいね。
警戒だ。お宝があるぞ。中には、カタール。技付きですね。装備品にはレアリティと、なんか能力がついてると。レア度が高いと性能は高いが、キャラクターレベルが低いと十分な性能を発揮できない場合がある。今2つ持ったけど。装備メニュー。これを装備中。カタール。2、斧。これは、右で切り替えできるのかな。あ、できますね。おー、すげえな。あ、これは回復アイテムか。使ってしまった。これはカタール。うら。振りが重たいね。一発がすごい。なんもないか。なんだ。お、回復した。何をした今。使用回数が1回増えたよ。戦技、LT で使える。パリ。戦技が LT で、Y プラスで、両手持ち。あったな、両手持ちな。まだ間違えてる。全部使ってしまう。こまじゃ。で、この両手持ちの時に、戦技使うんじゃないの。使いましたね。うん、これだ。敵ひるみましたね。こうぶん殴れると。これは縦の、両手持ち。これ何になるのこれ。これでも一応攻撃できるんだ。両手持ちにした後に、一応ディフェンスはできますね。防御力が弱いのかもしれませんが。さらに装備品か。どれくらい持っていけるんだ。敵を倒すとヒットポイント回復。レアリティはどれだ。この2つは多分レアリティ高いんじゃないかな、今。青色だからね。ため攻撃もあるっぽいけど、ため攻撃どうやるんだ。長押しかな。これはため攻撃。大切れはためられる。で、縦。二刀流になりましたね。なんかついたよ。なんだこれ。これなんだこれ。炎の君主軍、直剣、状態、謎性能がついた。これでいってみようか。それ強そうだ。Y プラス LT でもスキルが使える。いろいろあるね。プラス表記がある場合、片方を入力しながらもう片方、なんだ何をした。勝手に飛んでったぞ。なんだ今何使ったんだ。謎の技を使った。グラップリングみたい。Y プラス LT。これが戦技。戦技はクールタイムがあるのかな。背景にぶつかっても消えちゃいますね、この剣は。祝福だ。ここで回復できるんだ。さらにレベル上げもできます。普通にレベル上げりゃいいのこれ。それ以外上げる要素はないのかな。今までの作品とは異なりね。スピード重視っぽいから、とりあえず上げまくっていいんじゃないかな。あれは誰かが立てたピンであると。RT でピンを重ねる。誰かやられていたんだ。剣で払う必要がある。なるほど。今助ける。大丈夫か。よし、一緒に行くぞ。なんだ。ニーヤオートマタみたいなキャラクターが出てきたね。目を隠した。目玉でも食いそうだな、そのうち。貴様。なんだ。略奪者。なんだ。お前来たぞ、お前。急に。異名に。こんなとこでお前が出てくんのか。久しぶりすぎんな。やばい。いや、激しい。しかし我々は、二人分だ。二人なら楽じゃないの、こんなの。モーゴットだろうとなんだろうとね。エルデンリングをこなした。歴戦の勇者だもん、我々は。いつやれ、後ろから。やっぱり二人だろうと全然違いますね。ダークソウル系が。一人が引きつけてる間にね、もう一人切りますからね。やられたもう一人。やられてる、もう、なんだお前。お前、叫んだお前。微妙に、マルギット。最初の関門だった。助けてくれ。お題だ。これは難しい、やっぱり。エルデンリング。うわーなんだアーツ。プレイヤーキャラが持つ固有の切り札。Y と RT。もうそろそろ覚えらんないよ、操作。使いと言われてる。よし行くぞ。行けアーツだおらやったのか。敵をダウンさせたっぽいね。ここダウン切り。あまりダメージなかったな。やられたー。むずい。すいませんでした。円卓。ここが拠点である。プレイヤーキャラを変更できる。これが円卓メニュー。出撃キャラクター。どれくらいいるんだ ?6 人か。追跡者、ストーカー、守護者。鷹の顔してますね。ガード系敵を引きつけんのかな。
鉄の目、弓使い。こいつもタンクっぽいけどね、見た目。ダメージを受けるとスキルが強化される。こいつは魔法使いか。そして、執行者。ルツボのなんか使える？原初の獣にその姿を変える。え？何者なんだこいつは。さあ他には、異物儀式。これがあれかな？噂されるトレハン要素。繰り返し遊ぶことでね、ランダム性能のこの異物を入手できますと。売却もできる。スロットは3つまで。今のところ、キャラごとに設定できるっぽいね。色ごとに分かれてんのかな？装備はどうなんだこれ。すでにこの時点でなんかレアリティで分かれてるっぽいね。エピック色。この上があんのかな？ありますね。夜と炎の剣。カーリア。伝説の武器の一つ。これエルデンリングにこんな剣ありました？黄金律の体験。エルデンリングを模している。ラダゴンが使っていた伝説の武器。レナラから送られた体験の面影があるという。またそういう意味深なもう。これだからもうフロムソフトウェア。バザー？なんか買えるの？ここで購入したアイテムは出撃してもなくならない？ジェスチャー用か。これ何に使うんだ？アクセサリー的なものを売ってますね。買えばちょっと強くなるのかな？今んとこ少ないね。増えるのかな？庭園には何があるんだ？訓練所かな？お、景観いいね。何この場所？この庭園。謎すぎる。そのうち何かが刻まれんのか、ここには。拠点はそれなりに広いっぽいね。誰がいますね。NPC もいるね。他の操作キャラか。はじめは、三つ首の獣。マッチング設定もできるが、出撃方法、シングルプレイ。これでいいか。デイワン。あ、何？着地場所。決められんの？うわ、時間止まらない。どこに降りるかみたいな？いや、決まってるっぽいな、着地場所は。うわー、待て。大丈夫？大丈夫でした。いきなり敵だ。攻撃はロックターゲットすれば、あとは遠方から一方的に撃てますね。矢の数に限りあんのかな？やっぱりしゃがみないのこのゲーム。しゃがみ操作がなさそうだし。そういう要素はなくなったのか？狙って撃つわ。いや、待てよ。狙って撃つわ。楽ちんだよこれね。遠方から一方的にやれるから。超強いんじゃないのこのキャラ。さあ、お宝、漁りたいけれど、スローイングだが。なんで掴んでしたっけ？上か。とりあえず投げてみた。4回まで使える。これ何でもなさそうな場所にもあんのか？お宝。まずは宝が優先ですかね。クラブ。あ、両手持ちすることで、エイムだ。なるほど。あれ、雨の勢いが強まってる。これが時間か？それっぽいな。なんだこれ？穴がある。こんなとこに地下通路が。うわ、すげえ、面白い。いろんなとこに道があるよ。これはたまらんね。なんだ？聖印？レベル3。レベルは足りない。火の油。待て。円が迫ってきてるぞ。やばいんじゃないこれ。ああ、ボスキャラだ、あいつ。危ない。いやー、一発だー。0秒騎士。現状は、円の内側に吹かしたのかな？やべえ、竜みたいなのがいるよ。こんなの時間内に倒せんの？飛竜か。やれんのかこんなの。走れ。おーしゃー、一発だー。これ狭まるとどうなるんだ？まあ、それを確認してませんでしたね。一発だー。で、現状のマップは？ちっちゃ。もうゴールなのかこれ。できた、敵が。やるか。アジンの女王に牽制。アジン系が敵なんだ。急に出てきた。マジかー。ディフィート。負け。これでゲームオーバーかな。これらは報酬？負けてももらえんの？雷攻撃力上昇。不可視の魔術を強化。あとお金かな？負けても得られるのはいいですね。異物儀式。次キャラ変えるか。硬そうなこいつにしてみようかな。2つ装備してみよう。どうせなら。雷だけど、どれくらい強いのこれ。では再挑戦。マルチプレイ。マッチングは自動で行われるのかな？よしみんな。
あー。他のプレイヤーは魔法使いと何かな。これ他のプレイヤーが倒した敵のね、経験値とかどうなるんだろうね。よし、くらえー。あらー。あ、勝った。やった。で、能力を選ぶ。ヒットポイントが残り少ないと。いや、ガードカウンター。カウンターなんてあんの？とりあえずガード能力が得よう。おー、あいつか。夜の獣、グラディウス。いてー。吹き飛ばされたが。うわー、狙い出る。三つに分裂した。どうして狙うんだよ。うわー、どうやってんだから。もうダメだ。一人いなくなってしまった。負け決定だ。ディフィート。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。